んにちは、ナナです。今日は手帳で夢が叶うのかっていうお話をしたいと思います。結論、私は手帳を書くことで夢を叶えることができているんですけれども、一番大事だなと思っているのは、本当にその夢が自分がやりたいことなのか、なりたい自分なのかっていうところがすごく大事だなと思っているので、今日はそのお話をしていきたいと思います。私はもともと目標達成系の手帳を書いていました。一番有名なのはフランクリンプランナーだと思うんですけれども、だいたい2020年、21年ぐらいからフランクリンプランナーを、つけ始めていて、で、割としっかりめに書いていたんですね。で、フランクリンプランナー、やったことある方ならわかると思うんですけれども、基本的に手帳って割と目標とか計画を管理するとか、そういうことが多いかなと思うんですね。で、私もそういうのを書いていたんですけども、以前の動画で話したように、ちょっとそこで、そのやり方では私は合わなかったっていうのがありました。なぜかっていうと、こういった、手帳だとかっていうのは、割と理想とか、目標とかっていうのが、割と今の自分と離れているところを設定してやっていくっていうのがあって、なかなかその現実、理想、そのギャップを埋めるっていうのが、結構しんどかったなっていうふうに思っています。で、私はそれで、そのメンタルの調子を崩してしまったっていうことがあって、どうしたらいいのかなっていうのが、その手帳を書きながらも、ちょっと、この先の人生どうしていったらいいんだろうみたいな、なんか迷いとかがすごく、しんどかった時期がありました。で、その時に、読んだ本で、こちらの、ジュリア・キャメロンさんのずっとやりたかったことをやりなさいっていう本を、読んで、こちらは基本的にモーニングページが、すごく有名になった本なんですけれども、これを読んだんですが、もちろん全部を、実践するっていうこと自体はしていないんですけれども、これは基本的に、ジャーナリング、朝頭の中を空っぽにして、で、その空っぽになって、より自分が創造的なこと、クリエイティブなことができるようにするためのツールとしてジャーナリング、モーニングページっていうのを、提唱しているものなんですけれども、私もこの、本を読んだ中で、朝、だいたい、そんなにいっぱいは書かなかったですけれども、ページ数的には多分、英語のやつで、どんなぐらい書いたか、ちょっと見せられる範囲があんまりないんですが、よいしょ。ほんとちょっと少ないところから書いていったっていう感じが多いですが、モーニングページはもう1ページ、英語でちょっと1ページ頑張って書いてたかなと思いますけれども、本来は3ページぐらい書かないと、A4 で3ページ、英語の場合は書かないといけないみたいな感じだったんですけれども、ちょっと少ない分量ではあったんですが、毎日それを続けて書いていました。で、その時は本当にフランクリンプランナーとモーニングページは分冊して書いていたんですけれども、それも、その後、統合していった一冊の手帳に、まとめて書くっていうことをやっていくようになったんですね。でそれ自体はちょっとジュリア・キャメロンさんのやり方とは違うかなとは思うんですけども、ちょっとなんかもう私は分冊っていうのが本当に苦手で、とりあえず全部一冊にしないとちょっと複数冊を管理できないっていう自分の性格があって、それで一冊に全部結局まとめちゃったんですけども、そんな感じでモーニングページっていうのを、続けるようになりました。で、そうなっていったら自分と向き合う時間っていうのが多くなっていって、自分のその性格とか本質的なところっていうのが見えてくると、なんかその最初に立ててた目標とか夢とかなりたかった自分みたいなのが、本当に自分がやりたかったこと、なりたかったこととずれてるなっていうのに気づいたんですね。で、具体的には私は看護師っていう仕事をしていて、その中でスピリチュアルケアっていうのが看護師の、中にもあるんですけれども、
そのスピリチュアルケアっていうのは、末期がんの方のケアをしたりとかっていうことも含まれることではあるんですけども、なんかそれにすごく興味を持ってやりたいなと思ってたんだけど、なんかもうちょっと深く掘ると、私は看護師としてやりたいというよりかは、やっぱり一人の人間として人に寄り添うとか、そういうことをやりたいとか、あとは魂のケアみたいなのを、することで、その人の苦しさを一緒に、寄り添っていくっていうことが、本当は自分がやりたいことなのかなっていうのに気づいたりとか、あとは子供の頃からね、夢だった音楽っていうのを忘れていたっていうのがあったんですけれども、なんかモーニングページを書いたりとか、自分の昔なりたかった夢とかを書いてるうちに、あれなんか、私が本当にやりたかったことこんな感じだったかもとか、看護師やりながらもできることってなんだろうみたいな、そういう自分と向き合うことが結構増えてきていって、なるほど、なんかこういう風になりたいなとか思ってたけど、ちょっと実は違ったのかもみたいな、自分を知ることでもっとより、より、高精度に自分のことを理解できる形ができてきたなと思いました。で、結局そういうふうにこの本でもあるんですけれども、自分がやってみたいこととか言ってみたいこと、あんま興味がないことにも挑戦するみたいなのも、あるんですけども、それが、ウィークリーウォーク、散歩をするっていうのもなんかずっとこっちの方ではもう一冊もっと新しい本の方には、散歩をするとか、あとは、アーティストデートって言って、週に1回ぐらい、1、2時間ぐらい、自分の興味あることだったり、実は興味ないことも含まれてたりもするんですけども、そういうのに、出かけて、そういったものを見に行くとかっていうのがあって、ちょっとずつ自分の興味のあることを深掘りしていったり、探求したり、冒険をするみたいなことを、ちょっとずつ取り入れてたりしました。で、そういうのを書いていって、自分の、ざっくりした、こういうことやりたいんだなっていうのが分かって、きて、ちょっとこういうのに挑戦してみようかなみたいなのが出てきたので、あとは、手帳自体は本当にずっと書き続けていて、で、よいしょ。今現在は本当に全部一冊にまとめてしまってるんですけれども、目標とかも一応、立ててるし、あとは役割、ロールって言って役割、これは本当にフランクリン・プランナーは、7つの習慣をも、基本として作られていて、それを今も私は使っているんですね。どんな役割があるかみたいなのが、立てたりするんですけれども、個人的なものとか家族、あとはクリスチャンなのでクリスチャン、看護師なので看護師、あとは音楽のこと、あとはスピリチュアルケアのことって言って役割を、分けてやっているんですが、それに対する、目標、10年計画みたいなのも、立てていって、ちょっと見せられないところはちょっと隠しちゃってるんですけども、10年ビジョンみたいなのを、ざっくり、作って、それに向けていろいろやるようにしました。で、結局自分のその根源的な気質ってあると思うんですね、人それぞれ。で、計画を立てて一つ一つこなしていったりとか、習慣化を、うまく、使って日々積み重ねていける人もいると思うんですけど、私の場合どちらかというと、すごく一つのことにわーっと、潜り込んで探求していって深めていって、もう結構ヘトヘトになるまで疲れ切ったところで浮上してきて休むみたいな、気質があって、それをもう今までは気づいてなかったので、習慣化があんまり得意じゃないっていうのも実は、自分のできなさに気づかされちゃうみたいなのがあって、習慣化が本当にちょっと苦手なんだなっていう。で、苦手だけど別にそれは人それぞれいろんな性質、性格あると思うんですけども、そういった私の場合は深く探求していって深めていくっ
で、それをいくつかの分野で、時によって違うんですけども、最終的にそれが、休むっていう時に脳みその中で統合されていって、それがアウトプットになるみたいなのがあるので、なんか別に習慣化が全てじゃない、私の場合は全てじゃないっていう風なことに気づきました。で、そんな感じでやるので、目標の立て方とか計画の進み方も自分に合わせられるようになってきたんですね。なので、ちょっとまとめると、以前は、自分の理想をなんとなくこんな感じって管理していって、で、それに向かって行動を強制したり、継続を強制したりっていうことをしていたんですけれども、自分と向き合うことで、モーニングページやり、ジャーナリングなり、日記を書いたりとか、過去の記録を振り返っていって自分の流れみたいなのを、見ていくことで、興味をまず自分がどんなことに興味があるのかっていうのを、時の流れの中で観察していったりとか、あとは思考を整理したり、あとは気質、自分自身の、性格だったり根源的なものだったりっていうのを理解していったり、自己理解ですね、自己洞察や自己理解っていうものを深めていったり、でその人生の流れみたいなのを一冊の、手帳を振り返りながら、流れを理解していくっていうことができるようになりました。で、そういった長期的な目標っていうのも、再構築していくことになったので、本当にやりたいことっていうのをちゃんと書くようになったのと、ざっくり10年単位でもいいから、そこに自分をガチガチに固めるんじゃなくって、もうあとは細かいところはその時の自分の、体力だったり、興味だったり、あとは、理解度、学びの深さだったりっていうのに、合わせる形にして、あんま細かい管理っていうのをしないようにしてきました。あとはもう興味あることを本当に深掘りしていって、そうすると点と点がね、先ほど言ったように、深掘ったものがだんだん、最終的につながっていくっていう経験をしていくので、やっぱり一直線に目標に向かってぐわっとやり続けるじゃなくって、右往左往しながら、いろんなところを経由しながらでも、自分の、やりたいこととか、なりたいものみたいなものを見つけていってもいいんじゃないかなっていうふうに思うようになりました。なので、私の場合は、手帳は未来を管理する道具っていうのではなくって、もう自分を理解するための対話の相手として使ってきたっていうのがありました。で、そのためには、やっぱり分冊してしまうとちょっとしんどいっていうのがあって、時系列で並べるっていうのを今、やっていますけれども、こんな感じで2025年も1冊でまとめるし、そんな感じですね。で、英語にしてますけれども、もちろん英語全部を毎日外に持ち上げるわけではないので、小さい手帳に、その時の思ったこととか学んだこととか、一日こんなことしたっていうような、記録を書いて、で、後ろの方に、そうですね、学びとかをまとめたりとか、もう本当にいろんなことを書いてるんですけれども、そういうものを残していって、でそれを後々英語サイズの日記、手帳、こんな感じで、ちょっと今ここは書いてないんですけども、こんな感じで朝、モーニングページを書いたりとか、ちょっと書けなかった時は夜にモーニングページをナイトページとして書いたりとかしてるんですけども、こんな感じで、大きい方に家でまず最初に書いちゃって、で、外で持ち歩く時はこれしか持っていかないっていうような感じをして、で、それをあとは1週間に1回ぐらいちょっと貼ったりとか深めたりとかしてやっています。そういったことに関しては、手帳のね実際の運用に関しては他の動画でも、説明しているので、興味のある方は見ていってください。ということで、はい、手帳で夢が叶うかっ
どうかっていうことに関しては私は叶うと思いますが、やっぱり自分をちゃんと理解した上でやることですごく精度の高い、目標達成だったり夢を実現とかっていうことができると思っていて、なんか願望実現、なんかちょっとスピ系とはちょっと違うやり方だとは思うんですけれども、認知を変えていって自分をちゃんと理解して、こういうふうに、実践していくっていうのが私はすごくやり方としては合っていて、で実際に夢も一個一個叶えられているなっていうふうに思っていますので、もし興味のある方はまた今後、こちらの動画見ていってください。はい、ありがとうございました。